水は加えずにね、火の入りが均一になると。これはお砂糖っすね。お砂糖を振ってサバの味噌煮ということで、サバのね選び方だとか、サバの種類のお話だとか、それと味噌煮の作り方を紹介しようかと思いますと。サバをさばくときは、この釜骨をつけたまま、おろすと身が割れづらいので、僕はね釜付きのまま、サバをおろしていきます。頭を落としたらへそから包丁を入れて内臓をかき出してと。サバのね味噌煮を美味しく作るコツは何といっても脂の乗ったサバを選ぶことということで、最初にねサバの選び方をちょっとね、紹介しますと、魚を選ぶ時にね、結構皆さんこの体高っていうのかな、この縦の幅でここがね幅が広いものが脂が乗っているなんて選び方をする場合が多いかと思うんですけれど、春先っていうのはね比較的魚がねこうやって卵を持つんですよ。卵を持った魚っていうのはね基本的にねお腹が膨らんでるので体高が高くなりやすいと。こうやってね卵を持った魚の場合は卵に栄養がいってしまっている場合が多いので脂が抜けやすいんですよね。そういったね魚が卵を持って体高がこうね自然と高くなってしまう場合はどうやってね脂の乗りを見分けるのかというと、そういった場合はね体高じゃなくてこの背中の厚さっていうのかな、上から見た時の厚さがしっかりあるもの、そういったものを選ぶと脂の乗った魚を買うことができますと。内臓をかき出しましたら、血合いに包丁を入れてここで一度魚を水洗いしますと。そう、ちなみにねこれ顔を見ればわかると思うんですけれど、基本的にねこういうね目に血が回ってるような魚は、鮮度はね基本的には良くはない。ただ、しめ鯖みたいにね生で食べるにはいまいちかなとは思ったんですけれど、味噌煮なんかのね火を通して食べる場合は美味しく食べられるだろうということで、今日はサバの味噌煮を作ろうかと思いますと。サバをねおろす時のコツはこれね基本的には3枚おろしなんですけれど、サバはね身が非常に柔らかくて普通におろすとね身が割れちゃうんですよね。なのでこっちの下の身だから頭を右に向けた時に上に来る身は普通に3枚におろしますと。残ったこの上の身だから頭を左に向けた時に上に来る身はこうやってね裏おろしといってここから返さずにおろしていきますと。この時のコツはね、人によるとは思うんですけれど、左手でしっかりとこう骨を押さえながらこうね、身を切り離していくと。これ左手でしっかり押さえずにこうね浮かしながらおろしたりするとどうしてもねこっちの身が浮いてくるので、なんかね中途半端に包丁が入りやすいので、しっかりとね左手でこの骨を押さえながら切り進めると比較的ね綺麗におろせるんじゃないかなと。腹側もね普通におろしてもいいんですけど、僕の場合は腹側はこう一度ね身を返してこんな感じで包丁を入れて、あとはここの部分ですよね、このあばら骨を断ち切ると、いったイメージですかね。こんな感じでおろすと、比較的綺麗におろせるんじゃないかなと思いますんで試してみてくださいと。煮魚ってねこの身が煮崩れやすいので、骨付きのまま調理する場合が多いんですけれど、その場合はこの辺に血合いが残っていたら、血合いをきれいに取り除いて、あとねこの腹膜の中にこう血管が入ってるじゃないですか。これね当然腹膜ごと食べるのでしっかりとこうね血を押し出してこの血管の血をきれいに抜いてから調理するようにした方が美味しく食べることができますかね。これね
若干手間ではありますけど、こういったねひと手間が魚の臭みを抑えるコツだったりしますかね。この血管の血を抜いたら、あとはねこんな感じで好きな大きさに切り分けて味噌煮を作るだけと。ちなみにね、これこうやってね断面を見ると、卵は持っているといえどもしっかりと脂が乗っているかと思いますので、こういうサバは、火を通してもパサつくことがなく美味しく食べられるのかなと。骨付きのままね調理した方がもちろんね煮崩れはしづらいんですけれど、とはいえね小さいお子様がいる家庭なんかはどうしてもね骨付きのまま魚が出てくると食べづらくて魚を食べないなんて場合もあるかと思うので、そういった場合はね、こういった形で骨を剥ぎ取ってから調理した方が美味しく食べられるかななんて。これね魚の骨って慣れてる方は骨付きの方が美味しいっていうね意見があるとは思うんですけれど、どうしてもね食べ慣れてないお子さんだとか、いる場合は丁寧にね、骨付きでもね煮崩れずに調理すること可能ですんで、こういった形でね、あばら骨をすき取って、あとはこの中骨をね、骨抜きで抜いて、それからね煮付けを作っても良いのかなと思いますんで、この辺はね、好みの調理法で料理してくださいと。骨をね抜くときはこの頭に向かってこう引っ張ると身が割れずに骨を抜くことできますので、この作業はねなるべく丁寧に。ここで乱暴にね骨を抜くと結局ねこのラインで身が割れて仕上がりがね悪くなりますんで、多少手間ではありますが、骨が抜けたらねここに釜骨が残ってますんで、釜骨も切り落として、それから調理してくださいと。切り身になりましたら、これはお砂糖ですね。お砂糖を振って魚の臭みを抜いていきますと。普段は塩で臭みを抜く場合が多いかと思うんですけれど、甘く仕上げたいのでたっぷりめに砂糖を振って、10分程度置いて、水分と臭みを抜いていきますと。で、10分ほど経ちましたら一度水で洗い流しますと。ここから火を入れていくんですけれど、皮目がね縮むのと、あとねサバなんかの場合はこのお腹側と、背中側で厚さが結構差があるので、こういった形でね身の厚いところに、包丁を入れますと。こうすることでねこの皮が縮んで身がこう反り返るのを抑えられるのと、火の入りが均一になると。続いてこのね熱湯にサバを落として、その後氷水に取りますと。こうすることで、臭みの少ないサバの味噌煮を作ることできますんで、こんな感じですね。氷水に取りましたら、これねどうしてもサバの表面だとかにぬめりだとか汚れが残っていたりしますので、軽くね指でこすって、ぬめりなどありましたら優しくね、落としてください。続いてサバを煮ていくんですけれど、これはお酒ですね。お酒を結構多めにね、このサバのね切り身が半分浸かるかどうかぐらい、お酒を入れまして、そこに生姜を加えますと。でこれね煮魚作る時僕は普段生姜は加えないんですけれど、サバみたいなね青魚、結構匂いの強い魚を煮る時は、生姜を加えて煮ていきます。あとこちらみりんっすね。みりんはね、酒の半分ぐらいですかね。酒の半分程度加えて、で、
サバの味噌煮を作るときは水は加えずにね、酒とみりんの地でサバを煮ていきますと。こういった形でこの酒とみりんの地がふつふつと湧き出したら、ここにサバを落としますと。普段は水を加えて煮ることも多いんですけれど、青魚の場合はね、酒とみりんだけで水は加えずに煮ていきます。これ当然ね、煮汁がサバの半分程度しか入っていませんので、どうしてもねサバがこう浮いてしまうので、煮汁を回しかけながら火を入れていくと。なんでね、青魚を煮るときは酒とみりんの地だけで水を加えずに煮ていくのかと言いますと、それはね、青魚っていうのは白身に比べて魚の風味が強いからと。酒って結構風味が強いじゃないですか。なのでこの酒の風味でね、青魚の風味を消すという意味を込めて水を使わずに煮ていくと。逆にね、タイだとかの白身魚は魚の風味がそこまで強い魚ではないので、酒だけで煮るとね、どうしても魚の良さが隠れてしまうので、水と酒を加えて煮ていきますと。ここまでね、4、5分ある程度サバに火が入りましたら、ここでね味噌を溶いて入れていくんですけれど、使う味噌は西京味噌、あと赤味噌をね少し足したもの、これに煮汁を加えて、最初にね味噌を溶いてから、こちらの鍋に戻し入れますと。西京味噌はなかなかにね甘みがあるので、今回はこのね、煮汁の方に砂糖は加えていないんですけれど、もしね普通の味噌を使う場合は酒とねみりんと生姜を加えた時に、こっちのね煮汁に砂糖も加えて、それから煮るようにしてくださいと。その辺ね、甘さは各自お好みの味に調整してくださいと。味噌を溶いたら、こちらの煮汁に味噌を戻し入れていくと。味噌を戻し入れましたら、このまま、またね火にかけて煮詰めていくと。火を入れる時間はね、全部で10分から13分程度。あまり長い時間ね火を入れるとパサパサの煮物になってしまいますので、10分程度を目安に火を入れてくださいと。10分程度経ちまして、煮汁にね十分とろみがついてきたら、サバの味噌煮は完成ですと。あとは盛り付けて食べるだけですね。盛り付ける際はなるべくね優しくサバを扱って、身を崩さないように盛り付けてくださいと。ちなみにね、定食屋さんのサバの味噌煮だとか、あとサバの塩焼きって、あれやたら脂が乗ってるじゃないですか。あれはね、なんでかというと、そもそもねサバの種類がノルウェーサバ、大西洋サバっていうね種類のサバなので、だから、あれねやたら脂が乗っていると、いった形ですかね。大西洋サバと、国産のマサバは結構ね見分け方は簡単で、背中のね縞模様を見れば簡単に見分けることができまして、国産のサバっていうのはね背中の縞模様がね結構入り組んだ構造をしてるんですよね。大西洋サバの場合はそのね縞模様がね直線的な構造をしてるんですよね。背中をね見れば簡単に見分けることができますので、スーパーなんかのね塩サバのフィーレもノルウェー産とか千葉県産とかいろいろね産地が書かれているかと思いますので、よかったらねちょっと確認してみてくださいと。そうでね、別に国産だから美味しいとか外国産だから美味しくないといったわけではなくて、人によってはね火を通すなら脂の乗ったね大西洋サバの方が美味しいなんていう方もたくさんいらっしゃいますので、その辺ね自分の好みのサバを好みの調理法で食べるのが良いんではないかと思われますね。添え物は針生姜、生姜ね細かく切って
味噌煮と一緒に食べると、美味しく食べれるかと思いますので、こんな感じでね、サバの味噌煮の完成でございますと。本日はね、サバの脂の乗ってる卵を持ってるの見分け方だとか、サバの種類だとか、そんなお話でございましたということで以上です。